はい、YouTube をご覧の皆様こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、ステロイドの副作用について、説明させていただきます。おそらくアトピーのアトピーの方 99% ぐらいの方はですね、間違いなくステロイドを使った経験があるかと思うんですね。であると思うんですけども、ステロイドの副作用について細かく知っている方っていうのはなかなかいないと思うんですよ。ステロイドって危ないな、扱うの嫌だなと思っていたとしても、ステロイドがなぜダメなのかっていうのをあまり知ってないんですよね。で今回ですね、ステロイドの副作用を全部知る必要はないと思うんですけれども、それでもこれだけは知っておいた方がいいですよっていう、副作用をですね、今回説明させていただきたいなと思います。はい、いろいろあるんですけども、脳みそからいきましょうか脳に与える影響からいきましょう。まず、何が起こるかっていうと、睡眠障害が起きやすくなります。睡眠障害、これなぜかっていうと、どうしてもステロイドを取ると交感神経が優位になるんですね。交感神経優位になる。で何が起こるかっていうと、夜眠れなくなるんですよ。睡眠障害が起こる。でそうすると、うつ病にもなりやすくなる。睡眠障害が起こって、でその後うつ病にもなりやすくなります。でその後、今度骨に行きましょう。骨がどんな風になるか、これ骨が脆くなります。つまり骨折しやすくなる。でもっと分かりやすく言うと、骨粗しょう症になりやすくなるんですね。でこれなぜかっていうと、骨を吸収するホルモンが分泌されるんですね。なので、血液検査とか骨密度を測りに行った時に、骨密度が低いですねって言われることも、多々ありますね。骨粗しょう症になりやすくなる。で今度その下行きましょう。皮下出血、血が出やすくなります。これなぜかというと、皮膚萎縮が起きるんですね。皮膚が薄くなるので、出血しやすくなるっていうのも起きます。で今度目に与える影響なんですけども、白内障になりやすくなりますね。白内障、これは若い人でも結構なりやすくなりますね。どういう症状かっていうと、目の真ん中からですね、ぼやけていく感じで、夜になると、車を運転してる人は結構、運転に影響が出やすくなります。で今度はムーンフェイス、これ顔ですね、顔がパンパンに腫れるっていう、症状になるんですけども、これも起きやすくなる。で今度心臓に与える影響なんですけども、血圧が高くなります。血圧、これはなぜかっていうと、これやっぱり交感神経優位になってしまうんで、血圧がどんどん高くなって心臓にも影響を与えやすくなる。で今度その下行きましょう。今度はですね、副腎機能を低下していきます。本来副腎からですね、ステロイドを分泌する作用があるんですけども、ステロイドを塗り続けると何が起こるかっていうと、本来、副腎から分泌されるステロイドの量がどんどん減っていって、結局その副腎からステロイドが分泌されにくくなるっていう症状が起きます。副腎機能低下で、今度は糖尿病にも、糖尿病が起きやすくなります。糖尿病、血糖値がステロイドを使うと血糖値を取り込む作用がどんどん強くなってしまって、さらにインスリンの働きを抑制する作用が起きるので、糖尿病にもなりやすくなります。で今度その下、足なんですけども、筋力が低下していきます。筋力低下、ステロイドを使うと筋肉がパンパンになって筋力が増える、上がるっていうイメージあるんですけども、長期間使うとですね、筋力がどんどん低下していきますっていう症状が起きるんですね。で、こうやって説明すると何もいいことないわけですよ。なぜかっていうと、骨が脆くなって骨折しやすくなるし、で糖尿病にもなりやすくなるし、で、副腎機能も低下していくし、もう最悪なんですよね。で、今回ですね、私が何が一番伝えたいかっていうと、
ステロイドって日本語で言うと免疫抑制剤なんですよ。免疫抑制剤。免疫って抑制していいんですかっていう話なんですね。ダメですよね。免疫抑制しちゃダメなんですよ。本来免疫を高めないといけないのに免疫を抑制するとダメなんです。で免疫を抑制すると何が起こるかっていうと、感染症ですよね。これ書きますここに、感染症に起きやすくなる。感染症が起きやすくなる。はい。だって免疫を抑制してるわけですから、風邪をひきやすくなったり、もっと極端に言ったらいろんな病気にかかりやすくなる。免疫力低下で感染症が起きやすくなります。もう本当最悪なんですね。で今言った症状はですね、実は病名がちゃんとついてるんですよ。これぜひ皆さん調べていただきたいんですけども、クッシング症候群っていう病名があります。クッシング症候群、これはステロイドを使い続けることによっていろんなその症状が起きるんですけども、もっと細かく言うとどういう症状が起きやすくなるかっていうのはぜひですね皆さんで調べていただきたいんですね。もう調べることによって本当にステロイドの危険性っていうのがどんどん理解できてくると思うので、ぜひですね、調べてください。別にステロイドがダメだって言ってるわけではなくてですね、ステロイドを使い続けることによって何が起こるかっていうのをもう一度ちょっと理解していただいて、ステロイド治療に励んでいただくのもいいでしょうし、いろんな治療があるんで、ぜひ治療に生かしていただければなと思います。はい、今回のテーマはステロイドによる副作用のテーマでした。どうもありがとうございました。